なるべくここの頭の高さ変えずに。一回ガチスピードでやってもらっていいですか。防御パターン、こんなの考えたことなかった。こうやって分かした。そう本当だ、ほら簡単だ。ジークンド石井東吾先生のガチの金敵を徹底解説してもらおうかなと。はい、こっちでダイレクトに。後ろに回るときはこっからこっちに引いてたり。これからで僕も体験してもいいですか。もちろんです。経験したいんですね。なんか間合いとか経験してまあなるほどね。1個やね、今日持ってきたの。2個ないよね。ありがとう。なんで？いやいや、ないですけど。あれば。いやいやいや、あればないですけど、たまたま1個っていうね。いや、東月先生とやるときはもう本当に距離がもう遠いから、まあね。まあ大変ですよね。いやでもこの前はもう瞬殺されましたね。そうだからよりそのリーチを、自分のリーチを最大限にこう生かして、なるべく遠間から当てるっていう。そうだから前回のそのスパの時にこんなところから届くんだと思って。そうなんですよね。はい。ほんでちょっとせっかくだから体験したい。はい。OK です。ここからこっちですね。入れながら。ごめんなさい。はい。こっちですね。入れながら。ごめんなさい。はい。こう。僕はちょっと手首こうしとけば弾きやすい。ごめんなさい、大丈夫です。なるべくここの頭の高さ変えずに。変えずに。あとダイレクト軸も入ってる。ちょっとこれが少しだけこうラウンドハウスにならないように、ストレートとラウンドハウスのこの間ぐらいで。僕らは三日月蹴るぐらいの。そうですね。はいはい。一回強く蹴らないようにガチスピードでやってもらっていいですか。はい、わかりました。こうっていう感じです。そうか、東郷先生の身長でこの間合いなんだもんな。はい。遠いんですよ。遠いですよね。すごい遠く感じるんですよね。要は僕らが前蹴り蹴る感覚の間合いじゃないんで。ああ。コウケ先生が前蹴りで使う間合い。例えばですけど、普通に僕らが使う蹴りって中速返して蹴るんで、だからなんですかね、そのこう伸ばした間合いじゃないんですよね。だから軸を倒さないでってことです。で東郷先生とかだと、正直東郷先生の前蹴り、普通の中速返した前蹴りだったらここは全然安全なんですよ。踏み込んだ後ろ足の中段とか上段ぐらいしか警戒する必要ない間合いなんですけど、金敵だとなんならこれよりちょっと離れてても怖いんです。そうですね。なんならもうここまで近づいたらもうなんかこれはもうやばい。結構多分前蹴りはこれよりも結構中速返した前蹴りだったら、このぐらいまで行ってからで切り替えで大丈夫なんですよ。この身長。そうなんですね。へえ。まあ顔面なんなら顔面のパンチの方が怖いぐらいですね。この距離だったら。なんですけど、ここですね。ここですね。全然こんなん間合いの感覚ないっすもん。だからそういう金的ない流儀だと、そういう感覚の中でやり合うとやっぱり一瞬にしてこう取れるっていうのはあるかもしれないですね。前回のコラボの時構えて初めスーパーみたいなでって思ってる間に次はもう一回パーンって瞬殺されましたから。ですね。そのやっぱ相当ジークのステップを使う武術だからやっぱ相当やりにくいってことですか。そうステップとあとやっぱこの靴履いてるから、まあ金手があって靴履いててこのつま先を限界まで伸ばしていけるっていう感覚なんで、やっぱそこの間合いの違いはかなり大きいですね。違和感しかないですもんね。あの距離で攻撃が来るっていうこと自体が。あとはそのジークンドの構え自体がこのラインでやるとここでこういう構えなんですね。土踏まずとつま先を合わせる。だからこの時点でも結構金敵はもうカバー、そう蹴られないようなスタンスになってるんですよね。でここからこっちにカットしたり、当然この下げたり入れ替えたり。相手にも当てられる。そうですそうです。もう前回コラボの時にパクらせていただいて今金敵スパする時は毎回こう構えてます。
いや安心ですよね。だいぶ違います、ね、だいぶ違いますよ。全然違います。こうするだけで。あともうなんか金的ありの時はもうこういうステップはほぼしずにもうずっとこうやってるんです、はい、後ろ足からいって蹴られないようにしてますけど、まああれはあとじゃああれかな、これと、あそっかサウスポー、あそう防御の効かないかも。はい、じゃあいいですか。防御もいろいろあるんですけど、蹴っていくこうもうちゃんとそう当然こう来るのでこっちに入ったり、ここからこっちにこう入ったり、あとはこっち2か所倒したり。ああそういうふうに僕がよく使うのはここからこう、いいよ普通に蹴ってきて、もうよしこうやって蓋をする感じですね。よく感じてきたですね。よく感じてきた防具してないから今防具してない。俺じゃなかった。あと起きてくれて今日ここ。当然あともちろんバックしてるんでね。がこれ。こっちでカット。そっちなんなら僕こういうカットぐらいしか使ってなかったんで、完全にこっちにっていうのは。あとこっち。差し替える。差し替える。防御パターンこんなの考えたことなかった。こっちね。これは本当にわずかなサイドステップですね。オッケー、いいね。取ってほら、ここでも取れるでしょ。取ってほら、ここでも取れるでしょ。でここからもうフック系ストレート系カウンター取れるんで。へえ、これは面白い。考えたことなかった。だから攻撃がストレートラインじゃないですか。このまっすぐ飛んでくるので、これに対してのストレートに対するこのさばきを行う。もっと伸ばしてきてる。もっと伸ばしておいそうほら両方使えるんだ。そうですね。特にサイドステップはもうちゃんとしっかりアングルを取れるので、次に攻撃に優位に行きやすい。これはパクらないかも。やってみましょう。先生。僕だとオーソなんで、左に構えて。あ、そうか、ちょっと蹴ってもらっていいですか。ゆっくり。こっちに。そうでその時に一応ここも移動するんですよ。移動する。そう両方。こっちはこっちで蹴っていい。そうですそうです。ここでプッシュトンって本当に軽く。そう。行って。この場合だとリードで入った方が当然そう前手が早く当たるので。そうですそうです。そう今みたいにパへえ、これ考えたことなかった。でそのままこう蹴ってきて、でこのまま軸があれば倒せる。今フック入れながら本当にガーッと倒したり。そう本当だ。ほら簡単だ。いいっすね。そうへえ。あとはここに軸をこうキープしたままこっちでちゃんと蹴ってきてみる。ここをねこれもこうしないでこのままやると次に連動しやすく。あれティコンって言ったやつ。そうです。
はい、そうでもいいですいいですいいです。そういいっすね。はい。そうだからわざと開けて金的誘うでもいいわけです。ここがそれはもう蹴りやすく右でいいよ。蹴りやすくしといて止めて、はい、あとごめんなさい、インターセプションもあります。ここからちゃんと蹴ってワンステップ。はい、もちろんここで取った靴履いてるから痛そうやな。そっちでもいいし、前足でもいいですね。前足でそうストッピングです。そうするともう出せなくなるんで。そうですね、もうなんなら金的切られることがないから、その普段防御の仕方ってやっぱ全然考えてなくて、あとはちゃんとスイッチ入れですね。はいほらスイッチングベース軸でそうこれも軸をこうキープしたままこのままこう回転する。そうですイエス、オーケー。ほら次カウンター行きやすいですよね。いけちゃえばそのままこれ動き自体がカウンターの動作になる。そうです。そのままこれ動き自体がカウンターの動作になる。そうです。さすが、素晴らしい。面白い。ありがとうございます。あとは、金的を例えば回転この回し蹴り系で来られた場合にこっちにさばいて、ここからアングル取って蹴るとか、前回お伝えしたかもしれないですけど、ここからこのままこっちそれは1個だけ聞いていいですか。はい。僕前回金敵を下から手で叩かれたんですけど、やりました。あの時にめちゃくちゃ低くてカウンター取ったつもりがスカッとこれぐらいなんかついてたんですよ。そうなんですよ。こう頭の上スカって金敵叩かれるって初めての経験なんですからなんじゃこりゃ。なんか僕は身長低いんでそれを生かしてそうなるべくあんなところに頭があるって考えたこともないですよ。この辺りはお互いわざとガードを下げてみたり、ステップインのフェイントでカウンターを誘ったり、細かい駆け引きのいろいろしていますね。ここは先ほどと同様の三日月蹴りです。ここもまたやられました。僕が左足に荷重する瞬間に合わせての金的打ちなんですが、驚きなのがこのフォームです。後ろ足の足の裏が完全に上を向いて膝が地面につくくらい低いフォームで、これも完全に靴を履いた金的攻撃ありだからこその間合いと攻撃方法です。しかも僕もカウンターを打ったんですが、低すぎて東郷先生の頭の上を空振りしてます。間合いの遠さもなんですが、これほど低い踏み込みの打撃も初体験でめちゃめちゃ驚きました。あれとかで、ああいう時はやっぱ上にそうですね、こっちで構えて上にやっぱこう意識を浮かせてこっちに入る。でこれも交差するように前手を頭の位置をこっちにその方にずらして構えた方が、こっちにずらして目線をこう追わせるんですね。でこっちに入る、これ消えるよね。ここからパッでそのまま下に沈むように沈むようにあの時もめちゃくちゃ遠かったんですよ。そうなんですよね。近い距離やから手ってわけではないんですよね。いやめっちゃ遠くても確かに遠くからあの時は打ってた。でもあれなんか別に練習してなくて。あ、そうなんそうです。なんかあんな遠くから来てもわあもらえてないんだみたいな。くぐられるってなかなかないですよね。しかもボディの高さくぐられるっていうのはなかなか衝撃的な体験。やってましたね、そういえば。はい。ありがとうございます。今日はなんかめっちゃいろいろ聞かせてもらって。いえ、とんでもないです。いや、防御の方法めっちゃ目から鱗です。はい。
今日すみません、ゆきおさんを蹴ってないんですけど。しましたよ。本当に。すみません。いや登場しただけやけども、熱くなって2人で話してて、良かったです本当に。見てて楽しかったです本当に。ありがとうございます。まだいろいろあるんで、まだ金石もいろ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 もうちょっと、はい、またぜひお願いします。よろしくお願いします。続きこのままじゃ締めちゃっていいですか。なんか2本分ぐらい撮ってるような気がするんですけど、長くないですかこれ。今25分。別にいいっす。違うカンペになるわ。すいません、エンディング。俺持ちますよ。俺持ちます。なんならあれかな。普段道場やってる基本的なところをいかにその組み手に活かせるようにしていくかっていうのをちょっとメインでやっていこうかなと思ってます。でこれを作ってパンってちょっと押してもらっていいですか。でこれ押されてで抜いてもらってもいいです。ここで耐えれて初めて産地になっての千代の漬ができてるっていう状態です。こうガンって言うからもうこのままポンやんこ今日最後は YouTube をいただきありがとうございます。今回僕も東郷先生のワインチャンネルの方に出演させていただいてますので、ぜひそちらもちょっとご覧ください。はい、ちなみに東郷先生ワインチャンネルの売りをちょっと一言いいですか。売りこんなところが売りワインチャンネルは、その武術の素晴らしさをお伝えするっていう、チャンネルで、そのゆきおさんがいるのでね。いや楽しいんですよ。そうなんですよね。いやゆきおさんならではのなんていうんですか、素人目線みたいなもんですけど、だから今日はもうピリッとしてましたよ。やっぱ世界取ってるこのね、謙虚やけどすごいですよね。容疑でねいる時に怖いなってなりましたけど、みんなで3人で神戸もいて楽しくやってるおじさん3人組だったので、ね、その武術知らない方ももっと知ってる詳しい人たちも楽しめるかなとは自分たちでそう思えるようになってるので、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。あとあれですよね、僕はワインサロンにねお世話になってます。そうなんですよ。入ってるんですよ、ワインサロンに。ずっといんのよ。最初はだから半年ぐらい忍びの可能性があるんですけど、今はただただ本当に。でこの間ズームのね、ズーム会ってね、僕らが交流会の中でもう来てくださって、先生も一緒に入って、みんなすげえ喜んでました。サロン生がそうなんかあれなんですね、ジークンドーのステップがめっちゃ気になってて、最初のコラボした時にちらっと言ったんですけど、僕が自分ですごい頑張ってたどり着いたと思ったステップが普通に名前もついて体系化されてたのがショックすぎて。それ言ってましたよ。嬉しいことでもありますよね。自分がたどり着いたのがもう元からあったっていうのは。いやでもじゃあそこ調べてたらあんな時間かかんなかったんだ。すごいですよ。独学というか自分の研究で、自分の研究でそこに行き着いたんですよ。名前がついてたことがショックだったんですよ。なんかそれがきっかけではちょっとステップやっぱ知りたいなと思って、ちょっとお世話になってる。よろしくお願いします。じゃあいつもの締めを。よし、じゃあすみません、突っ立ってるだけになっちゃうんで、よろしくお願いします。今日も最後まで YouTube を見ていただきありがとうございます。日頃僕のチャンネルは見れば 100% 強くなるために役立つ動画を毎週金曜18時に投稿していますので、チャンネルの内容がいいと思ったらいいねボタン、チャンネル登録して空手家道具と YouTube 道場で一緒に強くなりましょう。おっすおっすおっす。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。神戸様ありがとうございました。ありがとうございました。絶対に受けられない左の下突きを今回ちょっとお届けしたいと思います。じゃあ普通に打つんで、じゃあ馬だけだけです。そうで、ちょっと変えます。外国大丈夫です。打ちます。こんな感じですね。相手の息をコントロールするとか息切れさせる方法とか、